次ちょっと海外の英語の質問の方もちょっと見ていきます。How do you get base the fat? どうやってファットにしてるか。ベースをファットにする方法。はい。ベースはだいたいサイレンス1かセラムだけど、とりあえずサイレンス1を使ってデモンストレーションしようかな。だいたいサブベースも含めて層で作ってるけど、で、これにフィルターかけて、だいたいこういうベースが多いかなって感じが。わあ。で、これに層を加えて、なんかユニゾンさせたステレオのやつと普通の層のやつを重ねてることが多い気がするな。で、それを例えばこういうとこに置いて、やば、ここか。で、これもまた秘密のプラグインが1個出てくるんだけど、秘密のプラグインでレディってやつが、レッド DI かなあって、これもクッシュオーディオのプラグイン。これのベースってやつをグンって上げると、こういう音になる。これを使っていること。だからこういう風に。あれかな、エキサイターみたいな感じ？ DI ボックスかな。でもまた癖でこのでかい音がこれでベースをファットにしていることが多いかな。これ、あとレアルベースも横からかけちゃって。R ベース。定番プラグインもね。これ、レディと R ベースの順番変えるだけで音変わるから、こういう音作りも結構楽しい。って感じかな、ベースは。なるほど。だいたいこういう手順で作ってることが多い。じゃあちょっと次の質問見ましょう。曲の展開ですね。曲の展開か。曲をどういうふうに展開考えてるかとか、そういう感じですか。これに関しては本当に思いつきだから、曲全部思いつきで作ってるから、あんまりこれといってセオリーだったことはしてないから、絶対こうしてるよってことがない、ね。なんかリファレンスにすることとかないですか？何かしら。ない。自分の頭の中に出てきた曲を書いてることが多い気がする。なんか書き始めるとかもあるんですか？書き始めはだいたい何も思いついてない時はドラムから書き始めることが多くて、思いついてる時はもう全部メロディーコード書いて、もうバーって全部書いちゃう。それもドロップから関係なく思いついたところから、一番印象に残りそうなところから書いて、であとは優先度的には一番印象に残りやすいところを一番最初にメモして、でそこから音作り始めてドロップを作ったりもする。なるほど。次行きましょう。うん。このノクラスさん、絵師のと黄昏に眠る街の話というか、それについて。ノクラスさん自体は5年ぐらい前のコミケかなんかで初めてお会いして、そこでいろいろとお話とかして仲良くなったタイプの人で、ゲームのお誘いが来たのが2、3年前なんだけど、ゲーム作りながらノクラスさんの方からリファレンス、こういう僕の曲の中でこういう曲が欲しいですっていうのが来て、じゃあ俺もそれに合わせていろんな曲を作ったんだけど、大体はゲーム内のビジュアルとかイラストを見て作ったから、結構イメージに合ったものだったんじゃないかなと思うけど、でもこれもまたね、長い話にはなってしまうから、質問の答えとしては結構こんな感じかな。結構牛子さんなんか絵からこうイメージ、そうビジュアルから曲作ることかなり多いね。そうっすよね。結構やりやすかったですか？そうだね、ビジュアル一番最初の曲を一番最初のゲームのビジュアルとかから
作ったんだけど、その時にはもうイメージガチッとはまっていい感じだった。こういうそのゲームとかでこう書くことだってこうなんかいろんな曲をこう一つのテーマで書くことが多分なかったと思うんですよ今まで。こうアルバムを作るとか以外では。うん。そういうところどうでした？なんか結構そのなんて言うんだろう、リファレンスに合わせつつその雰囲気を出すっていうのは結構難しかったっちゃ難しかったね。やっぱり人に頼まれて曲を作るってことがあんまりないから。なるほど。和風だけど、クラスさんが欲しいイメージとしては結構普通の RPG 系の BGM だったりしたから、俺が出したイメージと若干噛み合わないとこもあったけど、最終的には結構まとまったんじゃないかなって思う。じゃあ次の質問いくか。はい、次いきますか。制作において一番重要なプラグイン、必要不可欠なプラグイン。まあそれはやっぱりサイレンス1と。サイレンス1。そうね、サイレンス1はやっぱ一番使ってるからね。サイレンス1、セラム、あとはまあその他もろもろのシンセでね、ディーバだったり。特に使うのはどれなんですか？特に使うのはサイレンス1。本当に一番使う。サイレンス1が本当になんだろう、ナンバーワン使用回数シンセって感じだね。次行くか。はい、次行きます。ミックス、バスのプロセッシングですね。どういう処理？バスプロセッシングはあんましないな。俺トラックかマスターになっちゃうね。プロセッシングは本当に。結構このダンスミュージック作ってる人、こうバスって概念っていうかもうあんまないね。トラックにそのまま挿しちゃうっていう考えの方が多いですね。そうだね。バスコンプとかあんまり使ってる人いない印象。結局のところ全部のトラックに OTT 挿したりしてマスターの音ゴリゴリになったり。あんまりそうだよね。古典的なミキシングのそのミックスバスだったりルームの音だったりっていうのはあんまないから。なんかそのこうバスにするメリットってその曲一曲を通してこうまとまりが出るだったりあるじゃないですか。なんですけど欠点としてはその一つ一つの音に対してその適切な処理が確実にできるわけではないっていうのがあると思うので、やっぱ一つ一つのトラックにもうエフェクトをさしてってやった方が結果的には良くなるかなっていうのはあるっすよね。そうね。まあ、ちょっとめんどくさいプロセスではあるけど、むしろバス作った方がめんどくさくなることの方が多い気がする。ダンスミュージックとかトラック多くなってくると。そうですね。特に FL だとね。FL だとトラックをもう統合しちゃうというか、もうここにとりあえず入れとくみたいな感じもありますから、それがなんかバスっていうかわかんないですけど、考えとしては若干バスっぽいかなっていう。バスっぽいというか。あとはリバーブか。リバーブですね。リバーブのプラグイン。一番使うのは EOS2。オーディオダメージの EOS2。というのを。意外っすね。これは、これ一番使ってる。なんか一番楽だから。なんだかんだで。いや、なんかバルハラとか。バルハラルーム。かなと思いましたけど。いや、でも使用回数は EOS が圧倒的だな。これは、なんだろう。一番遠くに聞こえるリバーブだから好き。これどういう設定にしてますか？設定というかこう。設定デフォルトをディケイちょっと上げたりして、で、ミックス 10% ぐらいとかでやったりしてる。EOS2、まあこういう風に。いやでもやっぱいい音するね、EOS。バルハラルームだったり。バルハラルームもすごい好き。一番最初に買ったリバーブプラグインバルハラルームだった気がする。結構多いんじゃないですか。そうだね。バルハラが一番最初って人は。それまではフルーティーリバーブ2使ってたから。フルーティーリバーブ2も結構いいんだね。悪くはない。
れもまたいい音だね。まあ、そんな感じかな。最後の質問。EQ。周波数帯？その周波数の住み分けとかかな、多分。そう、住み分け？これは、難しい質問だな。ここで答えられるタイプの質問ではあんまりないんだけど、まあ、基本的にミックスのアプローチ的には結構キックとスネアが結構でかい音してて、で、結構ミッドとかを切らずに処理してることが多いから、トラックが多くなっていけばなっていくほどどんどんこもっていくんだけど、俺のミックス的には最後のマスターの時点でかなりハイとかを上げちゃうことが多くて、例えばか、例がいるか、なんかプロジェクト見ますか？なんか。最近のプロジェクトでよければ。よし。じゃあとりあえずね、これで。また大変なことになってる。これはひどいですね。真っ赤これ。違う。ちょっと本当にこれやばいって。ここまで上がってるから。これ多分。これが元の音なんだけど、まあ、プリマスタリングの音か。はい。プリマスタリングの音結構音量上げたいな。怖いな。ちょっと待ってね。マジで怖いな。怖え。プリマスタリングの音はこういう感じで結構ハイが下がってて、ちょっとローが上がってるみたいな感じなんだけど、でここでこう EQ がこういう風に上の方がちょっと盛り上がってたりして、で OTT をかけたりしてこうなってる。ちょっとミスってたけど今音量を激しくでかかった。結構ハイがここでこうパッて上がってきてる感じが。まあこういうマスタリングが多いかな。元の音が結構ハイ下がってて OTT でこうハイの方をグッて上げちゃったりしてることが多い。今のも OTT27 とかなってましたね。そうだね。でここら辺とかこう6とかここら辺とかをちょっと上げたりしてね。まあそういう感じです。今答えられるのはそんくらいかな。これも結構詳細的な部分をまたね答えられればいいなと思ってるけど。そうですね。なんかこう個別でまたなんか動画にしても。じゃあ質問は終わりかな。質問はとりあえず終わりかな。はい。じゃあ最後おじこさん締めちゃってください。もう結構やっぱ初めて動画を撮るってなると結構疲れるもんだね。いやそうなんですよね。もう体力が。まあいろいろ撮ってみようこれで。そうですね。これ1回目ですからね。そうまず1回目だから。そうもうまだ初めてやからね。ちょっとあんまりよく分かってない。勝手をねもうちょっとそうだね。勝手をもうちょっとうまいことできるように頑張っていくか。まあいろいろ質問ありがとうございました。そうですね。質問もらって答える動画、これは無料枠？これは多分無料枠で上げてる。無料枠か。プロジェクト解説が多分本編に行くと思うんで。なるほどなるほど。まあとりあえず僕らもパトレオンとかでやってるから、はい、ぜひってことで、ぜひねリンクをね、貼ってもらって、ぜひちょっとこれで興味持っていただけたら、もうパトレオンの方ではこうさらに詳しくこう解説があるんでね、サンプルパックとかも出すしね。はい。もうこういうののもうインデプス版というか完全詳細版がね、いろいろ見れると思うから。そうですね。登録していただけるとありがたいです。ありがたいです。ディスコードもね、
ディスコーディスコードもドもこちらから入って入ってください。今指さますしてか。指さしてこちらからって言ってる。こちらからこちらからよろしくお願いします。下にね。あ、今指さしてんのか。今上に指さしてる。上に。こう上に指さしてる。ちょっと待ってカメラね見えてないんです。そうカメラが見えてないから。まあねここら辺もねまたいろいろちょっと解決したいところでもあるから。じゃあお疲れ様でした。はい。ではでは。ありがとうございました。ありがとうございました。